帰ってきました。東京にピピッとトロントに行って帰ってきたんですけど、すごく楽しかったです。ポッドキャストの方ではもう話したんですけど、トロントという街に初めて行ってとても好きになって帰ってきました。本当にちょっとしか入れなかったし、街もそんなに見れたわけじゃないけど、毎朝コーヒーを飲みに行って、時差ボケだから4時半とか5時ぐらいに起きて、で7時からコーヒーショップが開くから、それまで仕事して6時45分ぐらいにもうホテルを出てコーヒー屋さんに行ってジャーナリングしたりとかちょっと仕事したりとかしてたんですけど、その行きと帰りとか、あとはツアーのスケジュールが終わった後夕方とかにちょっとだけ外に出てたんですけど、緑もすごく多くて、こう人も優しいし穏やかな空気が流れてるというか、なんかとってもリラックスした感じのエネルギーが流れてる街で、ちょっとここ住めるかもなーって思うぐらいとてもいい街でした。で、今回ジオードナリーのツアーで行ったんですけど、こうスキンケア、化粧品ってなるとすごい華やかなイメージがあると思うんですけど、でも実はその裏側にものすごく科学的なことだったり、生産のことだったり、そのできる過程だったりっていうところがあって、私はそういう裏側の部分がすごく興味深いなと思って楽しいタイプなんですけど、今回のツアーではそういうところをいっぱい見させてもらって、ラボとか生産のところとか、あとは科学のその入ってる成分のこととかっていうのを実際科学者の方が説明してくれたりとかして、すごく興味深いツアーでした。こういう動画のことも、今ポッドキャストやってるからポッドキャストのこともそうなんですけど、その撮影とか編集の部分にすごく燃えるというか、今はポッドキャスト始めたばっかりだから、そういうポッドキャストをやってる方にその裏側の背景を聞いたりとか、あとそれこそ YouTube でいろいろ見て勉強したりとかしてるんですけど、今はそこがすごい楽しいので、今回スキンケアのそういう部分が見れてすごい楽しかったです。今日はセンが朝からゴルフに行ってていないんですけど、いない間にできなかったことがいろいろ、家のことも仕事のこともあるので、そういうのを片付けていきたいなと思っております。掃除してアンボクシングしました。で、その中からみんなに見せたいものがあるんですけど、ついに来ました、パロサントの香り。ロエベのキャンドルすごいいい香りで好きなんですけど、私パロサントの香りがすごく好きなので、ロエベのパロサントってこういう感じなんだと思って結構感動して、めっちゃいい香りです。ザ・パロサントっていうよりは、パロサントバニラココナッツみたいな、ちょっと甘めの感じの香りです。で、これから寒くなっていくじゃないですか。で、寒くなっていくとこう甘めの香りに私は惹かれるようになるんですけど、香水とかもちょっとそっち系にシフトするんですけど、寒い日のこう家でゆったり過ごしてる時とかに嗅ぎたくなるような香りです。で、ロエベは何と言ってもやっぱこのね、容器って言ったらいいんですか、これがすごい可愛いからさ、透明のキャンドルもいいんですけど、こういう陶器のキャンドル、やっぱり家の雰囲気が変わってすごく素敵だなと思うし、いろんな色があるんですけど、やっぱ黒がシックで可愛いなと思うので、このパロサントが黒でよかったなと思って、すごい嬉しい。これで、同じく香りでこのね、練りの香水をいただいたんですけど、これもちょっと甘めの感じ、スティックタイプなんですよ。こうやってひねる、ちょっと珍しくないですか？でもこの形すごいいいなと思って、特にさ、旅に行く時とかね、持ち運びする時もすごい楽だし、ピピッピピッピピッっていけるから、すごいいいなと思いました。こういう練りの香水で、これもバニラ系、ちょっと甘めのだけどちょっぴり柑橘じゃないけどな、やっぱこの香りを伝えるってすごい難しいよね。
ケーキ、柑橘がちょっぴり入ったケーキだけど大人セクシーみたいな感じの香りです。これすごいいい香り。次お洋服なんですけど、デタームのトップスがめっちゃ可愛いと思って、これ伝わりますか？この手持ちで伝わるといいなと思ってるんですけど、こう前にドレープがある感じで、首元はちょっとストレートめで、袖は長めの広がり目っていう感じで、もう着なくても絶対これ可愛いじゃんっていう感じで私は思ってるんですけど、この素材がやっぱデタームはめちゃくちゃ気持ちよくて、コラーゲンがね入ってたと思うんだよね。そうこのコラーゲンファブリックっていうやつで、こっちにもいろいろ機能があるんですけど、消臭とか、あと UV カットとか、あと保湿とかいろいろあるんですけど、おしゃれちゃんと見えなのに快適な洋服っていうのがすごいいいなと思ってて、ちょっとよそ行きのフォーマルに見える、ちゃんと見えするお洋服ってやっぱどっかがきつかったりとか素材が硬かったりとかして、私は窮屈で苦手なことが多いんですけど、おしゃれしたいけどなんかずっと着てるの嫌だなみたいな洋服が多い気がしていて、そのストレスが全くなく、でもおしゃれちゃんと見えするっていうのがデタームのいいところだなと思っております。で、快適でおしゃれ見えで言うならもうイロット大好き。私のウェディングドレスをデザイナーしてくれたのがこのイロットのデザイナーさんなんですけど、いつも本当に素敵なお洋服を作っていて、日本のブランドで私はもう大好きなブランドベスト3に入るお洋服なんですけど、今回もねすごい気持ちのいい、ちゃんと見えだけど快適でもシルエットすっごい綺麗だよね、もう絶対ヘビロテだよねっていうのを送ってくれました。もう可愛いのよ、もう絶対可愛いので、しかもすごい軽くて柔らかくて薄手なんですけど、こんな感じでだけどあったかいと思うんだよね。これほらだって 100% ウール、絶対あったかいじゃん。このグレーの色も絶妙だよね。グレーってすっごい難しい色だと思ってて、色によってはなんかおかしいなっていう、なんか生真面目に見えちゃうようなグレーがあるんですけど、こなれ感のあるグレーにするにはその色味がすっごい大事だなと思ってて、やっぱさすがなぎさん、このグレーめっちゃ可愛いです。実は今日は5時ぐらいから起きてるんですけど、時差ボケで太陽が出てきたらすごい暑くなって動き回ってたら汗かいてきちゃったけど、ちょっとこれから仕事をしたいと思います。デスクトップでやった方が楽な仕事があるので、編集とかは。いやでもちょっと待って、私また出張があるんですよね。その出張中にもそのまま動画編集したいから、やっぱりラップトップでやった方がいいかもしれない。動画の編集は間に合わないな、出るまでに。きっとそうしよう。掃除機しながら急に思い出したんですけど、最近このデニムをねよく履いてて、インスタでも問い合わせがたくさん来てたから YouTube で紹介しようと思ってたんだけど、これがマウジーのデニムで結構最近のやつなんですけど、名前がわかんないからこの辺に出しておきます。股上がすごい深くて、生地はめっちゃ柔らかいから着心地がいいんだけど、でもなんかとろみ感みたいなのがちょっとシックに見えて大人っぽく見えて、足のところのシルエットがすごい綺麗だから足がすごい綺麗に見えるんですけど、伝わるかなこれ。写真とかもしあったら出しておきます。この辺に。このデニム最近すごい気に入ってこればっかり履いてます。トップスは前にも紹介したんだけど、サムシングトゥホールドっていうオーストラリアのブランドで、今のこの季節の変わり目、着るものがあんまりなくて困ってるんだけど、でもこれがすごいちょうどよくてこればっかり着てて、ちょっと薄手のなんか涼しげサマーニットみたいな感じの素材ですごいさらっと着れるやつで、最近こればっかり着てます。この下にタンクトップ着てて結構スースー系なので、お腹と背中を温めようかなってことでタンクトップ着てるんですけど、急な私服紹介以上です。ヤッホー、一仕事終えてランチを食べて、これから大事なミッションに参ります。今夜ネロリハーブのあゆみさんとお会いするんですけど、この間お誕生日だったということで、お誕生日プレゼントをお渡ししたいんですけど、いつも本当にお世話になっているので、何かお渡しさせてもらえたらと思ってるんですけど、ネットでいろいろ
見たのですがどんどん分かんなくなってきちゃって、やはり目上の方にお誕生日プレゼントをお渡しさせていただくっていうのはすごいなんか私の中ですごい大事で、私がいいって思ったものを気に入って果たしていただけるのだろうかっていうところがまず大きなところなんですけど、私のエゴなんですけど、気に入っていただけたらやっぱりそれはいいじゃないですか。だからお好きなものをお渡しできたらと思うんですけど、見れば見るほど分かんなくなってきちゃって、これ今塗ろうと思ったのにまた蓋閉めちゃってすごい緊張してるんですけど、でもとりあえず自分で一回お店に行って見てみようと思っております。すごい緊張しちゃって、なんかさっきからずっともじもじしてしまって、どうしよう、分かんないってなってきちゃって。任務完了しました。すごい迷いました。めっちゃ迷っちゃった。普段あゆみさんカラフルなものをお持ちの印象なんですけど、何せ私がカラフルな女じゃないので、カラフルってどうやって選んだらいいんだろうと思って。でカラフルなものをお持ちの方ってカラフルだったらいいわけじゃないじゃないですか。カラフルでもその中で自分の好みがあると思うので、すっごいめっちゃ難しいと思って、めちゃくちゃ迷って、お店の方にも私が持ってたニュアンスをお伝えしたんですけど、それがニュアンスすぎていろんな相談に乗ってもらいながら結構時間がかかったんですけど、これかなと思うものをゲットしてきました。おはよう。今日はぐんと冷え込みまして、カーディガンも来ました。もうそんな季節かと思いながら、でも言ってももう10月もう下旬だよなと思いつつ、このカーディガンすっごい気に入っていて、去年からめちゃくちゃ着てるんですけど、未だにこのカーディガンを上回るものがなく、ここ1年半ぐらいで一番着ているものではなかろうか、おそらくと思ってるんですけど、あと私がめちゃくちゃヘビロテしてるであろうアイテムは、多分トーテムのデニムとアディダスのサンバのスニーカーめちゃくちゃ履いてますね。あとなんだ、ニットの T シャツもすっごい着てるし、ベアボンジェスカのイヤリングもすっごいつけてると思うし、あとボニー・クライドのメガネは本当に最近よくかけてます。サングラスも気に入ってるんでそれもよくかけてるんですけど、最近はその辺がすごいヘビロテしてるアイテムたちかな。最近ファッションのビデオをやれてないから久しぶりにやってもいいなとか思いつつ、でも需要あるのかしらと思いながら、あと撮るのもね、やっぱ家の中だとちょっと難しかったりするから工夫しないといけないけど、もし皆様からファッションやってよっていうことでしたらすぐに検討したいと思います。昨日のディナーすごかったです。もう久しぶりにあんなすごいディナーに行かせていただきまして、スプーンとかフォークとかがめっちゃいっぱい個数あるみたいな外側からだよねって思うような、結構こういう感じのディナーだったんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。すごい感動の嵐って感じ、味覚のすごかった。でギフトなんですけれどもお渡しさせていただきまして、ちょっと気に入ってくれたかどうか真相のほどはわからないんですけど、でもお渡しはできて、優しいから気に入ってなくても気に入ったって言ってくれると思うので、でも本当に気に入ってくれてたらいいなと思いつつ、でもお渡しさせていただくことができました。今日は今この YouTube が公開する頃にはもう公開になってると思うんですけど、次のセーフスペースのエピソードに向けていろいろ企画を練っておりまして、企画を練ってるっていうかもうやることは決めてたの。これはセーフスペースを始める前から決めてたことなんだけど、初回のゲスト、セーフスペース記念すべき第1回目のゲストは夫にしようと思ってたんですよ。これまで夫婦でインタビューを受けたことってそんなに多くなくって数えるほどしかなかったんですけど、紙面でやっていただいたりとかウェブ系でやっていただいたりとかはあるんですけれども、すごい深いところまで話したことがなく、で今まで Q&A の募集をかけた時にその夫婦に関する質問っていうのをいくつももらってたんですけど、なかなか2人でね YouTube で質問に答えるって2人でっていうこともやったことなくって、だけどセーフスペースだったらそれは2人でできることかもって思ってたので、2人でエピソードをやります。
でまだもし聞いてない方はぜひ聞いていただきたいんですけれども、それにあたって皆さんからこれまでにもらった質問をいろいろ見て、どの質問にしていくか、構成どういう風にしていくかみたいなことを今練ってるんですけど、センにはちゃんと事前に質問を渡して、こういうこと話すと思うからちょっと考えといてっていうのをやってあげたいなと思ってるので、ぶっつけ本番だとやっぱいろいろね考えたいこととかもあるだろうし、で今それをやっております。今セーフスペースの編集をしておりました。でこのデスク周りを紹介したことがそういえばないなと思って今日紹介したいなと思ってるんですけど、まずは何といってもこのマウス、以前おすすめしたの覚えてますでしょうか。購入品でも紹介したし、お気に入りでも紹介したと思うんだけど、これがねこういう風にマウスを持ってて、肩がこうやって内側に巻かないので肩こりしづらいっていうやつです。だいぶ使うのにも慣れてきてすごい快適です。その横がマイクでございます。いつもこれでポッドキャストを撮ってるんだけど、もしかしたらふわふわのスポンジがついてるやつの方がいいのかもってちょっと思ってて、ゲスト用にマイクをもう一個買おうと思ってるから、その際にちょっと新調するかどうか考え中でございます。でその奥がディプティックのキャンドル。なんかこれ入れ物がスペシャルエディションだったと思うんですけど、普通にある香りだと思います。すごいこの香り好きでたまにつけて作業してます。でその奥が YouTube10 万人達成の記念の、あれは何て言うんでしょうか、札じゃなくて記念のお品この次が50万人で、これがゴールドになるんだって。今のところ私はこのシルバーのみを持っております。でその横にあるのが、あれがバイレードのねはがきみたいな感じ。これすごい可愛いからここに飾ってるんだけど、そうですね、こうついてきたやつです。で左側に移ってまいりまして、この辺がちょっと香りのものとか置いてるんですけど、これがパロサント、これがお香で、これお香立てで、これもお香なんですけど、この灰皿はエルメスのものなんですけど、センがプレゼントでくれました。でこのお香をねよく作業の前に気分変えるために炊いてるんですけど、これはオーストラリアのサンダルウッドのお香でお土産でいただきました。でこれがコースター、よくお茶とか飲み物持ってくるんでコースターです。でその奥にあるこれが香港のねフリマかなんかで買った小物入れでして、この中には充電器入ってますでこれがリップバーム、よくね作業中に塗ることが多いです。でこちらはクリスタルをこれ入れておりまして、このね入れ物もギフトでもらったものですごい美しくてとても気に入っております。でこのお香立てもそうギフトでいただいたもので、ここにもパラサント入ってるんですけど、お香立てが好きみたい。ここに置いとくのわかんないですけど、でこれがランプなんですけど、すごい前に買ったヴィンテージのランプですごい気に入っていて、ちょっとうちのニュートラルカラーとはまた違った感じのニュアンスなんですけど、とても気に入っていて、仕事のデスクに置いて気分を上げております。外に出てきました。いい加減もうずっと家で作業してて煮詰まってきたのと、あとみんなが私がずっと家にいるところを見ても面白くないかなと思って全にどっか連れてって言って確かにそうなんですよ。で我々の恒例の麻布台ヒルズに行きます。特に用事はありません。何が買いたいってわけでもありません。ちょっと外を歩きたかったです。血流も悪くなってきただろうに座ってばっかりで、ということで麻布台ヒルズに行きます。なんか出張用の何か買ってもいいですね。何買えばいいのかな。なんでしょうね。やはり目的がないので我々今回
帰ってきました。麻布台ヒルズから。可愛いものも美しいものもたくさんあってすごい癒されたんですけど、やはり我々は飲み物と食べ物が好きということでワイン買いました。こちらオレンジワインです。これ前飲んだことあるんだけどすごい美味しかったので今回もゲットしました。次がこちらぬか漬け。今回なんと我々すごくオーソドックスなきゅうりとりんごをゲットしてみました。他にも気になるのがいっぱいあったんですけど、ちょっともうすぐ出発なので食べきれないかなってことで今回は2つだけ。じゃん、これりんごなの。すごい楽しみ、食べるの。きゅうりはお店で試食させてもらってすごいオーソドックスな美味しいぬか漬けでした。りんごどんな味するかな。でもう1個が今夜のお酒のおつまみでございます。じゃん、この木箱風、これ木箱だ。木箱に入ったこちら生ハムでございます。生ハムとサラミをね入れてもらったんだけどすごい美しかった。じゃーん、すごいなんかすき焼きのお肉みたいじゃない？これね2種類好きなのを選べて 200g にできますよっていう。美味しそう。これが生ハム。これお塩しか入ってない、保存料とかが入ってないやつをセレクトして、こっちはフェンネルが入ったサラミなんだって。イタリアで食べた時にすごい美味しかったのでまた食べたいねっていうことで今回フェンネルのサラミをゲットいたしました。コンランショップ覗いてる時はね、可愛いな綺麗だなって思ってたけど、でもまだやることいっぱいあるなって、なんかこうせっかく来たけど気分が100% 乗り切らないなって思ってたんですけど、食べ物のコーナーに行ったらすごい気分上がってうちらやっぱ食べ物好きだねっていうことでとても楽しい麻布台ヒルズでした。